はい、はい、こんにちは。こんにちは。急に来ました。加藤です。加藤です。よろしくお願いします。じゃあちょっとまた今度入れ替わってキャンプ用品の。なんかいきなりでしたね。そうですね。出ると思わなかったので、すみません、お待たせしまして、ちょっと。はい。商品探しに商品探してました。何にしようかなと思って。あさりに行って、はい。入っていいですか？もう行きましょう。行きますか？いいですか、このまま。新着ほやほやなんですけれども、MSR も来ました。いや来ましたね。待望の。これ今本当話題のやつですもんね。やっと入ってきましたね。ウィンドバーナーパーソナルストーブシステム。名前長いんですけど、ウィンドバーナーっていう通称で皆さん呼んでると思います。これとあとはやっぱりね、僕も自分も大好きなんですけど、よくお世話になってるドラゴンフライ。はい。こっちはもうガソリン昔から。この辺なんかいじりながら。いじりながらお話ししていこうかなと思います。で、取り扱ってるのがね、MSR ってもう世界のトップブランドで有名ですけど、バックカントリーからいろんなアドベンチャーサポートする、身近なアウトドアからね、極限のアウトドアまでさまざまなシーンをサポートする、代表的なブランドなんですけれども、日本の代理店、日本の販売元っていうのが、株式会社望月という会社で、実は新潟県三条市にございます。これが意外とご存知じゃない方もしかしたら多いかもしれないみたいなところもありますよね。僕らは勝手に新潟なんで、俺たちのMSR肩並べてこう仲間のつもりでこう勝手に新潟県のMSRっていうふうに勝手にご当地ものとして解釈させてもらってて。でもちろんメーカーさんもね、三条市にあって、ウエストはね、新潟、三条、長岡、上越とあるんですけど、望月さんからね、三条店なんか直接商品ね発注すると、日曜日の営業終わった後、たくさん物が売れた後に、日曜日の夜とか月曜日に僕らも発注するんですけど、三条店が発注すると、月曜日の朝発注すると、夕方望月の人が帰宅ルートにある人が段ボール持ってその光景何回か見たことありますね。持ってくるっていう関係ではあります。他の店舗はさすがにね、新潟、長岡、上越はね、1日遅れて発送されてはくるんですけど、三条店はタイミングにもよりますけど、その日届くっていう。割とおなじみの光景ですよね。お味噌汁染めない距離っていうような感じで出荷してくれる環境にはございます。一番近いショップですもんね、望月さんからね。そうですね。取扱店としては一番近いの確実ですよね。そういったところを踏まえて、ウィンドバーナーもそうですし、他の MSR の商品、テントであったりとか、浄水器であったりとか、今回のようなものの前に出てるガソリンバーナーなんかも、よく店内講習であったりとか、現地でねちょっと遊び行って道具ね使わせてもらうみたいなものもあったりするんですけど、一応ちゃんとお仕事としてお店来てもらったりとか、僕らの方でも望月の方に訪れて社内見せていただいて、メンテナンスルーム見せてもらったりとか、作業工程を教わったりとか、そういうことをしています。でウィンドバーナーもね発売ちょっと前でしたね。2月ぐらいかな。そうですね。研修っていう感じで各店のその担当集めていただいて、ちょっと私も参加させてもらって勉強させてもらって、向こう専任担当ねお二人来ていただいて、長岡でね半日と新潟と半日と、新潟でと、スタッフも20人ぐらいがかりで研修を行いまして、でその中でいろいろねあったお話なんかも入れていければなと思うんですけど、あんま言うなよって言われてるところがあるんでそこで言っちゃったら広瀬さんごめんなさいっていうところでなるべくもしご覧になられたらコメント待ってます。でどうでしょう。結構ねカタログとか今製品のホームページ見てるんですけれども、新しいカタログも入ったりとかしましたからね。いろいろガスバーナーのね説明とかを話して、オフィシャルには難しい部分がね、これできるよこれできないよとかって、あんまり声を大きくしていけない部分がたくさんあったりとか、僕らももちろんそうなんですけど、あんまり無責任なこと言えないんですけど、ちょっとここ実際これ読んでみて、よっぽどねいろんなガスバーナー使ってらっしゃるユーザーさん、中にはお店にもやっぱりこうねたくさん軽さであったりとか、火力であったりとか、いろんな環境での違いっていうのを把握していらっしゃるお客様もいるんですけども、大半の方は多分このホームページだったりカタログの表記であるとか、ご説明見てもピンとこない方が、なんか
ぶっちゃけ言うとジェットボーイと何が違うのっていうまあそうです話がね。ね感じる方、ただおそらくそれ考えられてる方が一番多いだろう1な。万円くらい高いねっていう感想で終わってる方も多いと思うんで、そうですね。それにちょっとなんか金泉君に突っ込んでなんでって言ってもらおうかなと思います。で同じこと書いてあるような今までにね画期的なパーソナルストーブシステムの登場ですね。で最大の特徴は 100% 一次空気を使用して燃焼するラジエントバーナー機構を採用していること、これも一次空気っていうのがまず出てきましたね。そうですね、一次酸素ともいうメーカーさんいらっしゃるんで、もう同じ内容意味でいいんですけど、通常ね普通のガスバーナーがないかなちょっといや手持ちでいいか、手持ちでいいか。じゃあ手持ちカメラで、スイッチャーがいませんね。スイッチャー3番がちょっとお待ちください。はい、行きましょうか。来ましたね。まずこれクッカー合体してるんですけど、外してみるとこれが一応バーナーになります。でこのね遠赤のヘッドとかいろいろあるんですけど、そこは見てわかるんで他の動画とかでも案内してもらうんでそこはちょっといかないですあえて。で一次酸素二次酸素の話なんですけど、ここのところ穴開いてるの見えますか？映ってますかね。ここのとこねバーナーでよくあるシャフトの首のところにある穴がだいたい3箇所ぐらい、3箇所から4箇所ぐらいっていうのかな、穴が開いてます。ここがね一次酸素取り入れ口ってなってます。このシャフトの中にこうガスバーナーのバルブを上げるとこれ今入ってませんけどシューッとガスが細くこう糸を引くような感じでこうバーナーヘッドに入っていく、その時にそのガスが上昇していく勢いに巻き込まれてこの穴から窓からガバッとこう外の空気をこう取り入れるっていう、基本的にはガスの燃焼するには、ガスのように、発火する燃料と、あとは熱源その火花とか、マッチの火とか熱源があってあと大事なのが酸素、燃料と酸素と火花っていうのが発生して初めて火が出るんですね。三大要素ってことですね。なんでまずはここと空気と酸素ガスと酸素を混ぜて、それからこのヘッドの方からバッと火が出るっていうことになってるんですね。で100% 一次酸素を使用してってなるんですけど、じゃあ他のやつどうなのかっていうと、割合はねその器具によってだいぶ違うんですけど、メーカーさんの器具によって違うんですけど 100% は多分実際 100% って書いてありますね。100% っていうのは書いてありますね。これだけかもしれないですね。じゃあ他どうするかって言ったら例えば単純に言えばここで 50% の空気入れてちゃんとガスとしての火力を出すために必要な酸素がここで 50% しか取れなかったって言ったら残りの 50% はこっちから取るんですよ。上から、別のバーナーのヘッドの上から、それで酸素が十分に 100% に達したところから青い火になって調理に使える火が出始めるっていう仕組みなんですよ。上と下両方必要、ってなると上の酸素ってすごく重要なんですよ今までの器具は。なんでなるべく空気を上がいっぱい受ける形にしたいってなると一つリスクが出てくるんですよ。空気いっぱい上から取れる構造にすると、風がどんどん入ってきちゃうから酸素入りすぎちゃって火が飛んじゃうっていうのが従来品の弱点というか、ウィンドスクリーンってねこう壁みたいなやつが各社いろいろオプションが出てて、MSR のねガソリンバーナーなんかで昔からねこうアルミのこう畳めるウィンドスクリーンなんかついてくるんですけど、そういったものがやっぱり重量になってしまったりとか、忘れちゃうと大変とか、現場で設置するのが面倒とかいろんなネックがあったんですけれども、これはもう一次酸素を完全にここで酸素を混合させることができたんでバーナーヘッドを完全密閉できるようになって、もう風がほとんど入らないです、そこから。こういうものってやっぱり寒いとことか、風のすごいところで使うっていう場面が結構やっぱ想定されますからね。確かにもう風の影響をほとんど受けない。今までいい器具いろいろありました。やっぱり風対策すごいなって思うバーナーはいくつかやっぱりあるんですけど、ここまでの完成度までは多分いってなかった。それまでのものでも全然いいんですけど、それが100% できたっていうのがこの 100% 一次酸素を使用してって僕らわっすごいねできたんだ、もちろんそれね今言ったみたいにここから空気入れればいいんでしょ、どこのメーカーさんもね、同じことすればいいじゃないのってなるんですけど、いろいろその単純な話じゃない簡単そうに聞こえるけど、メーカーさんにやっぱりここ
やっぱり風に強い同じような近い構造のバーナーってやっぱりいくつか何社かあって、聞くとやっぱり各々工夫されてるんですよ。で聞くとああなるほどっていう納得するお話が多くて、望月さんの方もMSR のこのウィンドバーナーの方もやっぱり中身が入ってました。そのなんで 100% ここだけ賄えるのかっていう。多分ね金泉くんちの方ではやってなかったやつです。あ、本当ですか。はい、じゃあもう全く分かんないっていう感じです。全く分かんないです。それはあんま言うなって言われたんで、ちょっとオフレコなそうですね、あれなんですけど、へーっていう中身になってました。話聞くといろいろ。まあ半分企業秘密みたいな感じのところですもんね。そうでしょうね。そうでしょうね。多分パテントとか引っかかってくるから別に分かったところでやらせないんだと思いますけど、画期的っていうかやっぱりそういう仕組みがあるんだねっていう中身やってました。そこでやっぱりすごく風に強いウィンドバーナーですね。ウィンドバーナーっていう名前にふさわしいガスバーナーができたんだなっていうお話です。っていうのが 100% 一次酸素一次空気ですね、この言い方だと、使用して燃焼するラジエントバーナーの構造を採用していることということに出ました。で、そうですね、完全に閉じられた空間で燃焼するためバーナーが生み出す熱を、ロスなくポットに伝えます。そうですよね。もうこれは公表してるんで、いいんですけど、やっぱりジェットボイルがすごく形状としても似ていて、いろんなねホームページとかでいろいろ比較されてるんで言っちゃっていいと思うんですけど、お湯沸かすスピードに関してはやっぱジェットボイルの方が速いみたいです。ただ風に対する強さっていうのがもう圧倒的に強いんで、環境が過酷になればなるほどこっちのタイムがこう浮き出てくるというか、コンディションに左右されない、もちろん速いです、こっちもウィンドバーナーも、それは何分とかっていう話し始めるとやっぱり水温であったりとかやっぱりある程度ガスのコンディションもあるんで、その何度ぐらいの状態でこれもやっぱりいい気候なんで、あんまり気温にも左右はされないんですけど、そういったところも若干左右がくるんで、あえてあんまり言う必要ないと思うんですけど、やっぱりね風吹くのが普通ですからね、外で使う時ねアドバンテージはやっぱり素晴らしいですね。であとは、さらにバーナーヘッドにはプレッシャーレギュレーターを搭載しているためと書いてありますね。出た。これもプレッシャーレギュレーターですね。これはもうぶっちゃけ言います。僕もメーカーの人間じゃないって言っちゃいます。レギュレーターストーブです。そのままと。はい、そのままでいいです。中身は若干の構造は変えてあります。ちょっとなんか違うんですよね、確か。ちょっと違ってます。私も見たんですけど。でそれは、言わない方がいいのかな。大丈夫です。いいやつがついてます。いろいろの影響でってことですね。はい、いいやつがついてます。なんで寒冷地にはすごくでやっぱり他のものと同等のいいものなんで、おそらく表記はねもう一社だとねマイナス6度とか表記出てるんで、全然同じぐらいのものがクリアできると思います。僕も使ってないですけど、多分マイナス実際ガスのコンディション満タンでいい状態であれば多分マイナス10度超えても下回ってもおそらく使えると思います。今度使ってみます。ですね。やっぱり寒さに強いっていうところもこれもね分かりやすく話するとジェットボールの、ミニもマイクロもあとスモーかな、の3機種もほぼ同じようなレギュレーターついてるんで、そこはあちらもやっぱりいいバーナーです。やっぱりそこの条件も寒さに強いっていう条件も変わらずいいです。名前出しててもウィンドマスターも同じように寒さに強くて風に強いバーナーで、同じ比較してもらっていいんですけど、ただやっぱり風の強さはナンバーワンでってところと、ウィンドバーナーウィンドマスター新富士バーナーをね、外のウィンドマスターもやっぱり軽量で値段もやっぱりだいぶこっちよりもね3分の1ぐらいの値段で買えるんで、リーズナブルでいいんですけども、やっぱりお湯の沸かすスピードとガス使うよやっぱり消費が全然燃費がなんかすごいいいっていう話、私も聞きましたね。やっぱり燃料をね、やっぱりこうシビアにそうですよね、測って使っていくとか、長期のやっぱりグラム単位でやっぱり軽量化していくっていうところで、長いトリップだったらこっちの方が少しこう経済効果まで出ればね、燃料代がペイできるまではなかなか相当使わないといかないと思うんですけど、一缶で一気にずっといけるとかっていう利点が出てきたりとか、いつもご飯食べる時間変わらないねとか、お湯沸かしてコーヒー飲むタイミングがいつも同じように今日は沸かないねとかっていうのがほとんど生まれないっていうアドバンテージが常に安定したクオリティがあって、ジェットボールも素晴らしいけど、さらにこっちのが速度の安定性が今日は速い遅いがなくなってきてると。なるほど。寒さに強さっていうのはウィンドマスターとか今言ったジェットボールのミニもマイクロもスモ
あとですね、その辺ですね。と本当に同まあ、玉遜色ないっていうところですね。そのくらいこっちは風に強いよと、で脇も速い、はい、ジェットボールほど速くないけど風が強い時にも全然平気っていう、やっぱすごいですよね。個人的には気になるのがやっぱね、こういうやっぱ空耳がついてますね。やっぱ保温力ね、お湯沸かすのも早くなるし、沸いたお湯がね冷めにくくなるんですけど、そうですね、取れるバージョン作ってほしいなっていうのはね外せないんですよこれ。これもう一体型っていうか、そうなんですよ。はまってる。3番スイッチしますかこれ。3番。3番お願いします。これがね、これががっちり、まあ持ちやすいんですけどね。取っ手が。はい。いずれこれが外して洗えるやつがね。カレーうどんとか食ったらどうすんだっていうのもあるんですけど。まあ洗うの大変って。まああんまりそういうね、グルメとか楽しむ道具ではないよっていう。そうですね。どちらかというと本当お湯だけ沸かせればいいっていうぐらいの。でもパスタ指入りついてるからね。ああ、なるほど。ね。本当だ。パスタの茹で汁ついちゃうじゃないですかね。あとね、これが、ロックがね、ちょっとこう、簡単に外れるのがいいですね、これね。がっつりじゃなくてしすぎず、結構これ外れなくてね、熱いのにこうね、持つとこう、ちょっと危ないですね。あんまりないのにこう外れないとかっていうのがあるんで、そうですね。いいと思います。あとね、乗ってないところだと、そうですね、カトラリーの、もう一回いいですか。もう一回ですね。ここにね、こう、見えるかな、線入ってるの分かります？これ実際つけてちょっと僕も見せてもらいました。そうですね、ちょっと分かりにくいんですけど、このねピアノ線みたいなのが入っていて、これインジケーターって言い方してて目印ですね。火つけた時にこの線がすごく赤くなります。これ性質上昼間つけると全然火が上がってるのが見えなくて、ついてるかついてないか分かんなくてこう触っちゃうみたいな感じになっちゃうんで、この線がついてるとこれは熱を持って赤く光るというか浮き出てついてますよっていう。これね切らないように気をつけてほしいと。後からまたもう一回つけれないんで。なんかそれも聞きました。つけてなくても別にもちろん火はつくんで、性能には左右されないんですけど、切ったら取れない戻せないんで。ありますね。はい。確かに間違える方は間違えちゃうかもっていう。メーカーにあるまじき広瀬さんは切っちゃったらしいです。確か言ってたけど。メーカーさんも切るぐらい。たまに切っちゃうぐらい。